はいどうも、田んぼです。今回は従来タイプから効率が 1.5 倍になった超手抜きクリーパートラップを作っていきたいと思います。特徴1、地面をそのまま脇層に使うことで大幅に工数を削減。演算距離4のモンスターの分け範囲を広く使うことでいつ層でも十分な効率に仕上がっています。特徴2、従来の雲分け対策用のブロックが不要になる新しい脇層を採用。いつを丸々脇層として使えるため効率が 1.5 倍まで伸びています。特徴3、モンスターのデスポーンが発生しない範囲に脇層を設置。デスポーンによる効率低下を極力発生させない設計になっています。特徴4、効率はドロップ増加3のついた剣を持って10分で火薬が180個前後。枠層はたった1層ですが1時間あたり約1000個の火薬が入手可能です。個数をできるだけ減らしつつ効率を上げたタイプになるのでぜひ参考にしてくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回使った材料はこちら、一層タイプの材料になります。丸石は不透過ブロックであれば何でも OK。 サンゴは名前に内輪と入るサンゴなら大丈夫です。中が見えるように遮光ガラスを使っていますが、なければ不透過ブロックで代用して OK。 ドロップ増加3のついた剣は持って待機すると火薬の入手量が増えるのでおすすめです。二層タイプの追加材料については概要欄に記載しておきますので確認をお願いします。装置のサイズは横39、奥行き39、高さ3。装置下には5マススペースが必要です。次にクリーパーが湧かない環境があるので説明しておきますね。まずはモンスターの湧かないキノコ島。次は河川の上。陸地付近は一見海のように見えて河川であることが多いので注意してください。次はストレイの枠雪原。あと近くに地下脇を利用したモンスタートラップがある場合は80マス以上は横に離してください。作成する場所を決めたら夜間地面から25マス以上離れて下にクリーパーが湧いていることをまず先に確認しておきましょう。では事前準備から、まずはトラップの中心を決めて石レンガを置きます。今回はこの辺りにしますね。次は地下の洞窟チェックを行います。まずは現在の Y 座標を確認。 Y69 ですね。ではここから20マス下の Y49 まで掘っていきましょう。20マス下まで来たら各方向の壁を踏襲して洞窟があるかをチェックします。まずはこちらから123とこのように掘ったらこちら側に移動してこの位置にフェンスを設置。次にフェンス側に移動したらここから砂を2つ落とします。ここでしゃがみながらゆっくり砂の中にめり込んでいきます。めり込みすぎると窒息ダメージを受けるので慎重にめり込んでくださいね。するとこのように地面の中が透視できるので横方向に洞窟がないかをチェックしてください。下方向に洞窟が見えてもそこはモンスターの分け範囲外になるので無視して大丈夫です。この方向は大丈夫ですね。チェックができたら砂とフェンスを回収します。では同じ要領でこちらもチェックします。123とこのように掘ったらこの位置にフェンスを設置。次にフェンス側に移動したらここから砂を2つ落とします。慎重にめり込んでくださいね。横方向に洞窟はなし。大丈夫ですね。次はこちらの方向ですね。はい、問題なしです。最後の方向はこのように先に掘っていた箇所を埋めてから行ってください。はい、こちらも大丈夫でした。もし洞窟が横にあった場合はその洞窟の場所まで掘っていって洞窟の床に松明ではなく下付きハーフブロックを置いて湧き潰しをしておいてくださいね。ではチェックが終わったら穴を埋めて地上へ戻りましょう。演算距離4の時のモンスターの湧き範囲がこの赤い範囲になるのですが今回この位置に洞窟がないことが確認できたのでこれで湧き層に湧きが集中することになります。これで事前準備は完了。次は湧き層作りに進みましょう。ではまずは湧き層の壁を作っていきます。中央の目印から各方向19マス先にさらに目印ブロックを設置します。まずは中央の目印の横のここから数えて123 17、18マス間隔を空けて19マス目にポン。次はこちら側ここから18マス数えて19マス目にポン。あとは同じ要領で残りの方向にも置いていきましょう。次は今置いた目印をつないで四角くしていきます。こんな感じでダーッと置いていって四角くしていってください。置けたら念のため各辺が39マスになっているか確認しておいてくださいね。次は方角を確認してピストラを置く位置に目印をつけます。今回の装置はトライデントのめり込み対策のために装置の南側にピストラを配置する必要があるので注意してくださいね。まずは中央の石レンガを確認して模様が T になるように方角を変え北を向きます。次は左右にずれないようにまっすぐ後ろに下がっていき壁の外のこの辺りに目印ブロックを置いておきましょう。次は1マス間隔でこのように地面を掘っていきます。手前に目印ブロックがあることを必ず確認してから作業を行う点に注意です。まずは目印ブロックが手前にあることを確認。 OK ですね。では右手前からやっていきましょう。この角の位置から掘っていってここまで。次は1マス間隔を空けてこ
こから掘っていってここまで。あとは同じ要領で1マス間隔を空けながらどんどん掘っていきましょう。次は先ほど掘った位置の上にこのように不等間ブロックで屋根を一部置いていきます。ではこちらから置いていきましょう。2マスの空間ができるようにするので、まずはこの角から仮ブロックを2つ置いて、その上に不等間ブロック、置けたら仮ブロックは壊します。このように2マスの空間ができていれば OK です。あとはこのまま伸ばしていって、この目印の手前の位置まで伸ばせば OK。 では今度はこちらからも同じように仮ブロックを2個置いて、その上に不等間ブロックを置き、仮ブロックを撤去したら伸ばしていきます。はい、こんな感じですね。あとは同じ作業を繰り返して奥まで屋根をつけていってください。次は今置いた屋根の下にトラップドアを設置します。屋根の下に入ったらこのように屋根の下にトラップドアを取り付けていきます。トラップドアを取り付けることで2マスよりも背の低いクリーパーのみ湧くようになりますね。片方できたらもう片方も同じように置いていってください。はい、1列完成。あとは同じ作業を繰り返してどんどん屋根の下にトラップドアを取り付けていきましょう。はい、 OK。 次はさらに屋根をこのように取り付けていきます。作業中にモンスターが湧かないように一部隙間を空けて光が入るようにしておく点に注意です。では左手前から屋根を取り付ける位置は先ほどの屋根よりも1マス高くするのでこの位置になりますね。あとはここから1,2,3,4,5,6,7 個伸ばして、ここで1マス間隔を空けてからここまで伸ばします。あとは同じ要領で屋根を取り付けていってください。片方が終わったらもう片方にも置いていきましょう。はい、 OK。 次は今置いた屋根の下にトラップドアを取り付けます。では中に入ってまずはこちらからこのように屋根の下にトラップドアを置いていきます。トラップドアは光を通すのでこの位置も置いてしまって大丈夫です。はい、片方 OK。 ではこちらも同じように置いていきましょう。はい、1列完了。あとは同じ要領で屋根の下にトラップドアを取り付けていってください。これで脇基はほぼ完成。次はモンスターを運ぶ水路やアイテム回収機構を作っていきましょう。ではこのように水路を作っていきます。まずは壁の外側のこの位置から1,2,3,4 と掘ったらさらに3マス掘って深さ4マスにします。次は中に入って深さ4マスで奥へと掘って水路を作っていきましょう。次はクリーパーに床と誤認させる内輪サンゴを設置していきます。内輪サンゴを置く位置は脇層に合わせてこんな感じでジグザグに置いていく感じになりますね。奥までどんどん置いていってください。次はチェスト、ホッパー、丸石の壁をこのように設置します。まずは中に入って端のここから2マス掘ってレアチェストを設置。次はここから2マス掘って横向きホッパーを2つ設置。最後にこの位置に丸石の壁を設置してください。次は遮光ガラスをこのように設置します。ここで使う遮光ガラスはなければ不等間ブロックで代用して OK です。まずは丸石の壁の上に1個、そこから斜め上の位置から1、2個。では視点を変更して続けます。次は遮光ガラス、階段ブロックをこのように設置します。まずはこの位置に遮光ガラス、その下に階段ブロックをこの形で設置してください。では視点を変えて続けます。次はボタン、水バケツで水流を作り、レールとトロッコを設置します。まずはこの位置から数えて1,2,3,4,5,6,7,8,9 マス目の横のこの壁の位置にボタンを設置。次は今置いたボタンの右斜め上にも設置。できたらこの位置から水を流します。するとこの位置まで水が流れるので、ホッパーの上にレールを置いて、その上にトロッコを置き、奥まで押し込んでください。次は水バケツ、ボタンをこのように設置します。まずは奥のこの位置からダバー。するとここまで流れるので、水流が1マス短くなるようにこの位置にボタンを設置して、斜め上のここにも設置。次はこの位置から水をドバー。するとここまで流れるので、水流が1マス短くなるようにこの位置にボタンを設置して、斜め上のここにも設置。できたらこの位置から水をドバー。ここも同じ要領でボタンをこことここに置いて、水をここからザバー。はい、これでクリーパーを運ぶ水流は OK です。では視点を変えて次はピストラを作っていきましょう。まずはこのように深さ2マスで掘ります。
掘る位置はここから1,2,3,4,5とこのように掘ったら、もう1マス掘り下げて深さ2マスにしましょう。次は向かい合わせのオブザーバー粘着ピストンをこのように設置します。まずはこの位置にこの向きでオブザーバー、信号の出口はこちらですね。次は反対側に回ってオブザーバーの顔に向けてオブザーバー。このように黒く信号が出ていれば OK です。次はこの位置にこの向きで粘着ピストンを置いてください。次は穴を塞いでレバーを取り付けます。まずはこのように粘着ピストンの前だけ開けて穴を塞いでいって、この位置にレバーをポン。レバーを操作するとこのようにクロック回路のオンオフができることを確認しておきましょう。次はピストン不等化ブロックを置き、トライデントを投げ入れはしごをつけます。では中に入って、まずはこの位置にこの向きでピストンを設置。ピストンの上には適当な不等化ブロックを置いて、この位置にトライデントを投げ入れておきましょう。あとは上り下りができるようにこのようにはしごを取り付けておいてください。これでピストラは完成。では視点を変更して続けます。次は脇層周囲の壁を一段高くします。こんな感じでダーッと置いていって一段高くしていってください。次は光を入れるために開けておいた隙間をこのように埋めていきます。置くのはこのトラップドアの上ですね。こんな感じでどんどん置いていってください。次は遮光ガラスで中央の水路の上も塞いでいきます。遮光ガラスは中が少し見えるようにしているだけなので、なければ丸石などの不等化ブロックで大丈夫です。まずはここからポンポンとこのように置いたら、あとはここから横にダーッと伸ばしていってここまで置いてください。これで脇層が真っ暗になってクリーパーが分ける状態になります。次は足場ブロック、ガラス、不等化ブロックを使って屋根から24マス上に待機場をこのように作ります。まずはトラップの中心の位置を探します。この位置の壁から数えて1,2,3,19,20マス目、ちょうどここが中心ですね。次は現在の Y 座標を確認。 Y72 ですね。ここから24マス上の Y96 まで足場ブロックで登っていきましょう。はい、 Y96 まで来ました。あとは適当に広げてワントムが湧かないように不等化ブロックで屋根を取り付けておきましょう。はい、これでトラップは完成。では演算距離4になっていることを確認して、ドロップ増加3のついた剣を持って10分ほど待機して効率を確認してみましょう。はい、10分経ちました。今回は火薬が197個ですね。だいたい180個前後取れるので、1時間換算で1000個前後の火薬が入手可能です。地下脇を利用しているので、夜間に屋根の上にモンスターが湧いても効率に影響はありませんが、気になる場合はこんな感じで松明を置いて湧き潰しをしておいてください。続いて脇層を2層にする場合ですが、1層目の脇層の屋根部分は不等化ブロックではなく植え付けハーフブロックにして、2層目の脇層の屋根は1層タイプと同じく不等化ブロックにします。あと2層目の脇層の横には1層目で置いたサンゴは不要になります。2層タイプにした場合の効率は10分で火薬が330個前後、1時間換算で約2000個の火薬が入手可能になります。3層タイプも考えましたが、地下脇16体制限にたびたび引っかかって効率があまり上がらないので、2層までにしておくと良いかと思います。はい、今回は従来タイプから効率が 1.5 倍になった超手抜きクリーパートラップを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。田んぼでした。ではまた。